皆さんこんばんは、愛です。前回のパートでは、ウィザー討伐と、こちらの地下につながる階段をこんな感じで作りました。それでですね、今回のパートをもって、今シーズン最終回となります。はい、最終回ということで、今回はね、前回の続きにはなるんだけど、ちょっと最終回にふさわしい広範囲にわたるちょっとしたね、建築を作って締めくくろうかなと思います。だからね、今回は、前半建築、後半は今シーズンのちょっとした振り返りをして終わりっていう感じにしようかな。それでは前回ウィザーをね、討伐してゲットしたネザースター。これをちょっとビーコンに変えて設置していきたいなと。で、これでガラスと黒曜石でビーコンを作ります。よし、できた。で、ビーコンを設置する場所は、だいたい真ん中ぐらいがいいよな。ホール真ん中ぐらいがいいから、ここかな？ここの下にビーコンを設置する形で。だから、ちょっと周り、ビーコンを設置できるぐらいまで掘っていきたいと思います。いや、今回ね、本当にめちゃめちゃ掘るんです。そう、めっちゃ掘るから、さすがにね、ビーコンないとちょっと大変かなーって感じで。で、前回さ、ウィザー討伐をね、この地下でやって、ちょっとでもウィザーに削ってもらって楽になろうみたいな作戦だったんだけど、結構一瞬で倒しちゃって、で、周りも全然削ってくれなかったから、ちょっとね、想定外でしたね。ちょっと待ってよ。ビーコンが、高さが、1、2、3、4。4段か。4層だから、もう1層下だ。もう1層下に掘ります。よし、それじゃあここに、鉄ブロックを設置していきます。あとはここに、ビーコンを設置するだけ。なんだけど、上をね、確か貫通、地上まで貫通してないと、ビーコン使えないんで、じゃちょっと一回地上上がって、上からね、下に掘り下げよう。ここやね。ここを下に。大丈夫かな？直下掘りして。下に掘ります。お！ちゃんと繋がった。よかった。オッケー。じゃあ、ここに、ビーコン、設置します。せーの。お、来た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 。目標達成、ビーコネーター、生活のビーコン。オッケー、来ました。で、これに、鉄インゴットで、採掘速度上昇。これかな？これつけて、これで、あ、出てる。採掘速度上昇。これで多分ね、掘るのが早くなったはず。よし、それでは早速掘っていきますかということで、最初に、どんくらいのね、スペースを掘るのか、周りをね、ぐるっと、掘っていきたいと思います。で、まあ一応ここが真ん中だから、こっちとこっち、左右に、まず、13マスかな？ 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。で、向こうにも13マス。1、2、3、はい、横はね、この長さかな。横幅は27マス。で、こっから奥行き、縦が、1、2、3、4、5、6、はい、奥行きが69。はい、これで縦と横
の幅は掘れました。あと高さだよね。高さが18です。高さ18マス。ここか。この高さだから、ちょっと高さも周り掘ってみますか？掘ってみようか。はい、今ね、ちょっと周りをぐるっと掘ってみたんだけど、高さ的にはこんな感じ。まあまあ、いい高さあるよね、これ。で、全体は、こっちで見た方がわかりやすいかな。ほい。はい、こんな感じです。全体のでかさ、箱のでかさは、こんな感じで、あとはね、ここの中を掘っていくって感じかな。まあ、高さも奥行きも結構あるんで、ちょっと大変にはなるかもしれないけど、よし、じゃあ掘っていきますか、この中。じゃあ、掘り掘りタイムかな。はい、掘り掘りタイムいきましょう。それでは、スタート。掘り終えまして、こんな感じになりました。いや、めっちゃ広いね、こう見ると。超圧巻というか、広い。広いですね、これ。だいたいね、5時間か6時間ぐらいかな。かかりました。OK、じゃあこれでね、建築する準備ができたということで、続きまして、装飾というか、建築部分に入っていきたいと思います。それじゃあまず、今回作るものから発表していきますか。このワールド最後の建築として作るものは、図書館を作っていきたいなと思います。多分、ブラマイ状とか想像してた人が多いんじゃないかな。さすがにね、もう終盤なので、プラマイ上ではなく、はい、図書館をね、作っていきたいと思います。よし、それじゃあ、ちょっと一部だけ作ってみるか？作ってみよう。で、今回、主に使うブロックは、ダークオークの原木ね、めちゃめちゃ使います。で、あと、前回に引き続き、砂岩系だね。砂岩系のブロック。で、図書館ということで、本棚もいっぱい使います。ではでは、あ、ここさ、スライムチャンクっぽくて、そう、スライムがね、たまに湧くんだけど、かわいいね、君。よし、やりますか。それではまず、1マス開けて、このダークオークの原木で柱を立てていきます。で、高さが8マス。で、横が5マス。で、こんな感じかな。で、あとはいつもやるように、ここのね、角っこに階段とトラップドアを置いていきます。真ん中にはランタン。そして1マス開けたこの奥の一番下に本ポスターをこんな感じで置いて、この上に本棚を置く感じ。これが一つ目のパーツっていう感じになるかな。で、あともう一つ、砂岩を使ってちょっと壁を作ります。はい、こんな感じで砂岩で壁を作って、で
でここも入り口になるから、同じように階段とトラップドアでアーチを作って、ここにもランタン。で、ここの後ろのところは、ダークオークの板材でいいかな。板材を置きます。で、ここまでできたら、この左右にね、ちょっとした柱を作っていきます。滑らかな砂岩を3マス。で、この上に階段。はい、こんな感じで置いて、ここの真ん中には滑らかな砂岩。で、両端に砂岩の塀をこんな感じで置いていきます。はい、これで今、こんな感じ。だから、これとこれが1パーツずつって感じで、まあ、あとプラスね、装飾したり、ちょっと変えたりするところも結構あるんだけど、とりあえずこれがベースです。だからこれをぐるーっと全体に作っていくっていう感じになります。よし、じゃあこっからはちょっと一気に、完成まで作っちゃおうかな。それではやっていきたいと思います。建築スタート。スライムがずっと追いかけてくる。それではさっきの続き、図書館を作っていきます。まずはダークオークの原木で柱というか骨組みを全体的に置いていきます。さっきは下のみ作ったんだけど、同じものを上にも作ります。一番上の間にはフェンスを設置。次は砂岩の素材を使って柱を立てていきます。これもさっき作った1パーツ。これにプラス上にも伸ばしていきます。真ん中にはシュルームライトとガラスを置いてるんだけど、ここに後であるものを置く予定なので、何を置くかはこの後のお楽しみ。ここまでできたら次は空いたスペースに本棚を設置していきます。現段階では一番下にコンポスター、あとは全部本棚なんだけど、ここもちょっとだけ変更してるので、完成お披露目の時に紹介します。それではこれにて完成ではなく、まだ続きます。高いところにも本棚あるのに上に上がる手段なくない？ということで、床を張り2階部分を作ります。ダークオークの木とハーフブロックを置き、柵として初見台とトラップドア、他の部分にもそれぞれ作っていきます。そして上に上がれるように下の本棚にはしごを設置。地面の真ん中を1段掘って違うブロックに変えていきます。使うのは前回と前々回にも使ったネザーウォートブロック。周りには砂岩の階段を置いていきます。あとは空いたスペースに机と椅子を作り、細かい装飾をしたら出来上がり。それではこの後、完成お披露目。はい、ということで、最終的にこんな感じで仕上がりました。いや、途中のに比べたら結構雰囲気変わったと思うんだけど、ちょっと変更点とか、あれから追加した点を、見ていきたいと思います。まず、この本棚の部分。ここは全部ね、本棚を敷き詰めてたんだけど、それに加えて、樽と、あと機織り機、模様入り本棚を付け足して、混ぜ込んで、こんな感じになりました。いや、最初はね、全部本棚のまま行こうと思ってたんだけど、ちょっとなんか全体置いた後に見たときに、あれなんか微妙だなと思って、そう。だから急遽、樽と、機織り機、模様入り本棚をこんな感じで、全部のところに混ぜ込んでみました。いや、この混ぜ込む作業がめちゃめちゃ時間かかりましたね。一個一個バランス見ながらって感じだったんで、超時間がかかりました。それと、ここの部分にホッパー、ランタン、あとバラをこんな感じで飾りました。これはね、前々回に作った
お家の、壁の装飾にも使ってあるやつと同じものです。これを全部のこの左岸のね、柱のところにこんな感じで付け足しました。そして、ここをね、まっすぐ進んだ先の部分に、ここの部分に、図書館だからなんか、受付みたいなとこあってもいいかなと思って、ここにね、ちょっとした受付みたいな場所を作りました。で、ここは、こんな感じでね、階段とトラップドア置いてあるんだけど、ここにトロッコもね、仕込んで、これちゃんとね、はい、こんな感じで座れるようになってます。だから本借りたときはね、ちゃんとここに返してくださいみたいな感じで、こんな場所を作ってみました。そしてあれからね、印象がガラッと変わった点で言うと、やっぱこのクモの巣だよね。クモの巣をこんな感じでね、いろんなところに設置してみました。で、今回の私の頭の中にあったイメージで言うと、ここが地下だから、なんか長らく使われてない、ちょっと劣化してきた感じっていうのをイメージしてたというか、そういう雰囲気も出したくて、こんな感じでクモの巣を設置してみたり、そしてクモの巣に加えて、もうちょっとね、なんか劣化した感、古びて時間が経った感じが出るように、このダークオークの原木の部分に、マングローブのね、目だっけ目を、こんな感じでね、いろんなところに混ぜ込んでみました。これによって時間が経ってちょっと古びて、木が朽ちている感じとかね、が出たんじゃないかなと思います。はい、それではこれにて、このワールド最後の建築、図書館、完成になります。あ、完成じゃない。1個忘れてた。最後。ここにね、防具立てがあると思うんだけど、ここに今まで集めた鍛冶型で作った防具を飾りたいなと思って、防具を作っておきました。はい、こんな感じでね、防具を一式ダイヤ装備で作ったので、これをあそこに飾っていきたいと思います。多分、全部で15装備分かな？一つね、古代都市の静寂の鍛冶型をゲットできなかったんで、それだけちょっとないって感じなんだけど、それ以外のやつは全部作りました。おー、見て、結構いい感じかも。かっこいいね。こうやってみると。めっちゃいいじゃん。そうで、あと1個ね、見つけられなかった静寂風のやつがないんで、ここは空いたままになります。いやー、未だにちょっと悔しいんだよね、見つけられなかったの。まあ、しょうがない。あ、そういえばこの上の部分言ってなかったね。ここのね、上の部分も、こんな感じでちょっとアーチ状にね、すべてしておきました。で、あと、ホッパーと鎖、ランタンを飾ってあります。よし、これで完成でいいかな。完成です。じゃあ、あとは今シーズンの振り返りをちょっとだけやって終わりにしよう。はい、それでは今シーズンの振り返りということで、コンパート含め全20話でね、作ってきたこのワールド、ちょっと上からね、全体像を見てみようかなと思います。はい、今シーズンはこんな感じになりました。いや、結構、ちょっと大きめのね、建築をいっぱい作ったなっていう感じがするよね。こう見ると。地上に建てたものだけで言うと、全部で18個ぐらいかな、多分。18軒の、建物とか池とかも含めたらね、を作ってます、多分。あ、そういえば、前々回これ作ってから地図ね、更新してなかったから、ちょっと更新してみよう。おー、
これで、だいたい、この周辺は、全部埋まってるね、多分。すごい。これとこれ、色味やっぱ似てるね、ちょっと。砂岩と、あと赤色使ってるから、色が似てる。はい、最終的には、こんな感じの街になりました。はい、そして皆さん、最終回にね、お披露目しますって言ってた部分があるんですが、覚えてますでしょうか？こちらの本拠点、これの、最上階のお部屋をね、自分のお気に入りの部屋に作り変えて、お披露目しますって言ってたんですが、それをちょっと見ていきたいと思います。はい、この上の部屋ですね。ちょっともうすでに音というか声が聞こえてはいるんですが、はい、こんな感じになりました。はい、オウムをね、全5種類かな。5種類集めて、ここまでね、連れてきて、ここにお座りさせてます。まあ、全体はこんな感じで、まあ、ちょっとスペースがね、狭くて限られてたので、ちょっとできることも少なかったんだけど、一応こんな感じの内装に仕上がりました。で、ここには今シーズンね、集めてきた飾り壺をこんな感じで模様をね、付け足して飾ってあります。そしてこの正面、ここには水槽を作りました。いや、水槽ね、どっかに作りたいなってずっと思ってたんだけど、じゃあ、この最上階に作っちゃおうかということで、こんな感じで熱帯魚をね、この中に入れて、水槽を作ってみました。そしてこのオウムちゃんね、オウムは割とね、最近連れてきました。結構最近です、まだ。で、最初は猫をね、ここに連れてきたくて集めようと思ってたんだけど、この周りさ、猫がいなくて、いや、これダメだということで、どうしようって言ってたら、リスナーさんに、オウムとかいいんじゃないって教えてもらって、で、このオウムをね、全5種類集めて、ここまで連れて帰ってきました。でもさ、結果、オウムで良かったかなと思ってて、この、枯れたサンゴと、このオウムが結構いい感じに、なんか鳥らしいというかさ、感じでマッチしてるなと思って、結果、オウムで良かったかもしれない。で、他には、ここにね、飾り壺と階段を置いて、ちょっとテーブルと椅子っぽいのを作ったのと、こっちには飾り壺、本棚、あとジュークボックスをね、ここに置いてあります。で、オウムってさ、ジュークボックスでなんかレコード流したら踊るとかなかったっけ？あれ？踊らないな。ごめん、気のせいだったかも。あ、わかった。これ、離れてるとダメなんだって。だから、どっか近く、この辺だとどう？あ、見て見て見て。踊ってる。やば。踊ってます。この子踊らない。どうした？この子踊らないけど。すごい、ちゃんと見て。踊ってるよ。だよね。そう、なんか踊ったような記憶があった。だからジュークボックスをね、置いてたんだけど、これ近くないとダメなんだね。こんな感じで、ノリノリです。はい、ということでね、この部屋は最終的にこんな感じになりました。今シーズンはね、実は自分の中での、縛りというか、ルールみたいなものが、一つありまして、こちら。はい、これが今ね、上から見た、街の全体像なんだけど、建築の、色をね、ピンク、赤、そこら辺のね、色で、
全部作ろうみたいな風に決めてまして、だからこう見たときに、桜のピンクとかね、ピンクだったり、マングローブの赤、レンガの赤、ネザーオートブロックの赤とかね、そっち系の、色で全部建築をしてきました。まあだから、ちょっと統一感はあるかなっていう感じ。まあ、このネザーオートブロックの赤は、ちょっと色の、なんていうんだ、発色が良すぎて、ちょっと浮いてる感じはあるかもしんないけど、そう、だから、黄色とか、青とか水色とか、そっち系の色の建築物が全然ないよね、この街は。はい、ということでね、そんな感じで、実は、ルールを決めてました。まあ、こんな感じでね、サバイバルを始める前とかに、ルールとかを自分で決めてね、するマイクラも、なかなか面白いなと思いました。いろんなね、楽しみ方があっていいよね。はい、ということで、全20パートにわたって作ってきたこのワールド、皆様、いかがだったでしょうか？今シーズンもご視聴と応援、ありがとうございました。それでは、また次のシーズンか動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。